冷凍イワシを針にかけ GoPro と一緒に海に沈めてみると、カサゴが来た。次はキツネメバルだ。食いついた。ブリの大群です。はい、皆さんこんにちは。今日は秋の能登半島に、冷凍イワシを使った餌釣りに挑戦してみたいと思います。季節は10月の下旬です。天候はあいにくの曇り空ですが、ただ気温は暖かく釣りのしやすい天候になってます。ちょっと太陽光が弱くて海底が映るか心配ですが、ポイントに到着したので釣りの準備をしていきましょう。はい、で本日使う餌はこちらです。冷凍のカタクチイワシですね。今日はちょっとね、生き餌を釣るのはめんどくさかったので、こちらのカタクチイワシを使うことにしました。はい、じゃあ早速針にかけて GoPro をセットして海底に沈めていきたいと思います。このポイントは、水深60メートルぐらいですね。で、海底に人工魚礁があるポイントになってます。はい、海底に到着しました。比較的ね、濁りもなくて綺麗に映ってますね。ただ人工魚礁の周りには魚はいないのかなと思ったら、早速うっかりカサゴですね。うっかりカサゴが食いついてきました。ただ、残念ながら針がかりはせず、餌がついているのでね、もう一度ね沈めてみたいと思います。沈めている途中に食いついてきました。はい、ヒット。はい、でどんどん巻き上げていって、はい、うっかりカサゴです。30センチぐらいでしょうか。うっかりカサゴをゲットしました。もう一度ね、餌のイワシをつけて沈めていきたいと思います。はい、海底に到着。人工魚礁のねギリ横に、着底しました。しばらく当たりがないのでね、もう一度魚礁の中に沈めてみようとすると、また食いついてます。うっかりカサゴでしょうか。ヒットしました。ちょっとね分かりづらかったので、今のシーンをもう一度スローで見てみたいと思います。こう魚礁の中にね、沈めている時にちょうど魚礁にこう引っかかった状態になるんですけれども、もうその時にすでにねイワシにうっかりカサゴが食いついていたという形になります。はい、で無事巻き上げてきて海面まで来ました。はい、またまたうっかりカサゴゲットです。カサゴなんでね、もう生き餌じゃなくてもね全然釣れますね。はい、じゃあもう一度沈めていきます。遠くの方で青のが泳いでますね。今一匹ヒラマサかな、通り過ぎていきました。また来ました。うっかりカサゴから、はい、ヒット。当たりを感じたので巻き上げていきます。当たりを感じたのでね巻き上げていきます。はい、でまたまたうっかりカサゴをゲットしました。3連チャンで3匹目ですね。はい、その後もね同じ魚礁の上にイワシを落として当たりを待っていると、また来ました。うっかりカサゴです。はい、ヒット。やっぱりね、死に餌でもうっかりカサゴはね釣れますね。で、無事巻き上げてきて海面に到着。
はい、4匹目のうっかり仮装です。はい、で人工魚礁からね少し移動してきて定置網跡のポイントにやってきました。水深は70メートルです。はい、海底に落としていきましょう。ちょっとねやっぱ曇り空なのでね、やや暗い、海底が暗いですね。と思ったら早速うっかり仮装です。うっかり仮装が食いついて、はい、残念ながら針がかりはしませんでした。なんかうっかり仮装の後ろにねもう一匹追いかけてきた魚はいたんですけどね、あれは何でしょうか。おー、なんかカメラに寄ってきてますね。キツネメバルですね。はい、じゃあもう一度餌をつけ直して、落としていきます。しばらく当たりを待っていると、画面の奥からね魚が近寄ってきてます。さっきのキツネメバルでしょうか。来ました。イワシをパクッと丸飲みです。でここで合わせを入れてヒット。どんどん巻き上げていきましょう。はい、いい感じのメタボ具合ですね。丸々と太っているキツネメバルです。これもね結構美味しい魚なんですよね。はい、ということでキツネメバルをゲットしました。普段のアジの泳がせに比べてもねやっぱイワシはね小さいし細くて飲みやすいので、みんなねパクッとこう一口目でほぼ丸飲みにしちゃいますよね。はい、またイワシをつけて海底に落とします。今日なんか普段に比べるとあまり魚の姿がカメラに映らないですね。しばらく待っていると、はい、また来ました。うっかりカサゴ。はい、ヒット。これもヒットです。映像見ててもわかると思うんですけど、イワシはね結構もうパクッと丸飲みされるので、早めに合わせちゃって全然大丈夫ですね。はい、またうっかりカサゴをゲットです。4匹目5匹目かな、ゲットしました。で次はイサキの幼魚ですね。ウリボウがね1匹だけ死んでるんですけど残ってたので、ちょっとウリボウを餌にして釣りをしてみたいと思います。で早速ねうっかりカサゴが寄ってきたんですけど、やっぱちょっとねウリボウがねイワシよりでかいし太いんで、なかなかこう飲み込めてないんですよね。今映像を見ててもわかると思うんですけど、かなりねこう食いついてくるんですけど、飲み込めずにやっぱすぐ吐き出しちゃうみたいな感じです。で何匹かねうっかりカサゴと、あとウスメバルかな、ウスメバルもいますね。こう何匹も果敢に食いついてはくるんですけど、飲み込めなくてまたすぐちょっと吐き出しちゃうみたいな感じですね。でその後もねこう竿先にはね本当に細かい当たりが出てるんですけど、こう大きく持ってくっていう感じの当たりはなかなか出ないです。映像を見てても分かると思うんですけど、イワシとは魚の食いつき方が全然違いますよね。はい、で、結局、当たりが微妙だったのでまた冷凍イワシに戻しました。で冷凍イワシを、沈めるとうっかりカサゴですね。うっかりカサゴが食いついて、頭だけ残ってるんですけど再度食いついてきて、で無事ヒットしました。はい、ヒットでそのまま巻き上げてと。はい、うっかりカサゴです。もうねマリンチューブでの出演回数が圧倒的1位のうっかりカサゴくんです。
時間もね夕方に近くなってきたので、少し浅いポイントに移動してきました。最後にねこちらの浅いポイントで、釣りをしたいと思います。でここもね魚礁があるんですけど、ちょうどね魚探にすごい反応が出てたので落としてみたら、こんな感じで青物の群れが魚礁の上を通っています。かなり大きいですね。青物がねすごいかなりハイスピードで泳いでるので、何かしらの小魚の群れを追いかけてたんじゃないかなと思います。残念ながらね死んだイワシなんでね青物は来ないですね。完全に素通りされました。はい。で青物に素通りされてしまったので、魚礁の近くまで落としてみたいと思います。はい。で魚礁に落としてみると、うっかりカサゴですね。また来ました。ただねすぐに冷凍イワシを離してしまいました。でそこにねちょっとこれ魚礁に隠れて見えないんですけど、めちゃくちゃベラが寄ってきてるんですよ。で、この魚礁に隠れてる間にもう完全に針だけになってますね。まあイワシ柔らかいんでねすぐ餌取りに取られちゃうんですよね。で、再度餌を付け直します。付け直して落としていきます。はい。で魚礁の中に入れると、お、来ました。うっかりカサゴが食いついて、はいヒットと思ったら残念ながら外れてました。残念。はい、もう一度イワシをつけて再投入します。よいしょ。ちょうど魚礁の横に落ちたと思ったら早速うっかりカサゴです。残念ながらね針がかりはしませんでした。で餌が残ってるのでね魚礁の上で当たりを待ちつつもう一度落としてみたいと思います。もうねメバルとかが来てもいいんですけどね。うっかりカサゴが来ました。はいヒット。はい、もう当たりを感じて即合わせて巻き上げていきます。はい、無事うっかりカサゴを釣り上げることができました。今日もねうっかりカサゴが大量です。はい、うっかりカサゴをゲット。もしかしたら最後のはカサゴかもしれないですね。はい、ということで本日はこんな感じです。キツネメバルが1匹とうっかりカサゴが6匹7匹ぐらいかな釣れたので、今日は帰ろうと思います。はい、本日はねこれにて終了。普段はねアジの泳がせばかりやってるんですけど、今日は冷凍イワシで釣りをしてみました。こうねアジの泳がせ釣りと比べてもねやっぱね餌がねアジに比べてねイワシの方がね細いし、こう小さいのでこう餌の飲み込みもすごい早かったですよね。ちょっとね青物の大群の中に生きた餌を落とせなかったのは残念ですが、また次回ねチャンスがあったらチャレンジしてみたいと思います。こんな餌でね釣りしてほしいよっていう意見があればコメント欄に書き込んでください。それではまた次回お楽しみに。